皆さんこんばんは。人間パワースポットアキラのスピリチュアルトークのお時間になりました。いつもご覧いただきありがとうございます。さあ今日はですね、生き量返し、除霊やお祓いもいらなくなる秘訣ということでお話ししていきたいと思います。このチャンネルではですね、スピリチュアルをもっと理解して直感力を高めていくことで自分の人生に超ミラクルを引き寄せる、そんなコツがわかりますので、興味ある方は最後まで見ていただき、チャンネル登録もお願いいたします。さあ、今日はですね、この生き量返しなんですが、皆さんご存知ですか？なんか怖い言葉に聞こえますけども、この生き量返しっていうのはですね、悪さをする生き量をですね、物を使ったり、または音を使ったりですね、またはこういう専門の人がいて、生き量返しをしてくれる人に頼んでやってもらうとかっていうものなんですね。で、こういうことで、この飛んできた生き量をですね、その人に跳ね返してもらうという、そういうものなんだそうです。はい。そのエネルギーを返すっていうことなんですけども、そもそも生き量っていうのはですね、知らない方もいらっしゃると思うので、簡単に説明すると、生きている人の思いが飛んできて、私たちに影響を与えるということがあるわけなんですね。この生き量っていう生きている人の思いっていうのは、良いものも悪いものもあるわけなんですよ。例えば良いものとしたらですね、アキラさん好きとかって思ってくれるのね、みんな嬉しいんですけど、やっぱりその好きっていう気持ちがわーっと飛んでくるわけです。反対にですね、悪いものって言ったら、こんちくしょーとか、お前とか言っていう、そういうこともちょっと思ったりすることありますね。心の中で思ったりすることもあります。これがですね、エネルギーとしてその人に飛んでしまうわけなんです。でも多分言ってる本人はこれを飛ばしてですね、相手を苦しめてやろうとかと思ってないんですよ。でも知らず知らずのうちにこのエネルギーが飛んでその人に影響を与えたりするということが起こってるってことなんですね。で、この良いもの、好きっていうものはそんなに問題はないんですけども、この今言った良くない方のですね、生き量っていうのが、結構強いエネルギーとしていってですね、その人に悪さをしてしまったりするわけです。なんか体調が悪いなとかなったり、なんか今日はイライラするなとか、うまく物事が進まないなっていうことが起こったりすることもあるっていうことなんですね。だから、この生き量返しみたいなものがやっぱり流行ってしまうわけですよ。で、感じたりする人は、こんなの来ちゃったっていうことになっちゃうので、もう慌ててこういうことしよう、あんなことしようっていうふうになるわけなんですね。ただ、気をつけないといけないんです。この生き量を飛んできた、ね、もう向こうが勝手に飛ばしてくるものなんですけども、それをですね、目には目を、歯には歯をみたいな感じで、って言って返してしまうと、また、その良くないエネルギーを飛ばした自分にですね、あまり良くないカルマができてしまうわけです。そのエネルギーが飛ばしたことで、また自分が違う形でそのエネルギーを飛ばし、返ってくるっていうことになるわけなんです。これは避けたいじゃないですか。だから、生き量返しっていう考え方はですね、あまりしない方がいいと思うんです。すごく気をつけてやった方がいいということですよね。はい。ということで今日は生き量返し、除霊やお祓いもいらなくなる秘訣ということで、この生き量をですね、返すのではなくって自然と跳ねのける方法があるんです。これを今日は3つご紹介していきたいと思います。まず1つ目。1つ目は自分の波動を上げるってことです。この人のエネルギーにはですね、波動というバイブレーション、振動があるわけです。で、これが高ければ高いほど、低いものを跳ねのけるということがあるんですね。その低い、あまり良くない生き量というのはですね、波動が低かったりするわけです。ですから、この自分の波動を高くしておけば、その低い波動の生き量が来た時にパーンと跳ねのけるようなね、そんな強さを持つことができるわけなんですね。じゃあこの波動を上げるのはどうしたらいいのかということなんですけども、この方法っていうのはたくさんあるわけです。だから自分に合ったもの、自分がこれいいなと思うものをやったらいいんですが、よく言われるのが、楽しいと思う時間とかですね、考えをずっと持ってたりすると、これが増えてくると、どんどん波動が自然と上がっていったりすることもありますし、あとはですね、こういうスピリチュアルのこととかを勉強していったりすると、この人生は辛くてもですね、大変だったりしても、心の中の安定感っていうのができてくるんです。この心の安定を持ってたりすると、結構波動が上がっていったりするんですね。あとは、
瞑想っていうものをやってですね、このエネルギーワークみたいなのもできます。僕たちのエネルギーを良くしたりですね、僕たちのこのエネルギーの入れ替えをしてくれるチャクラと呼ばれるものがあるんですが、そういうものを掃除したり、強くしたりっていうことをするとですね、やっぱり波動が上がっていったりするっていうことにもつながるわけなんですね。はい。ですから、こういうふうにですね、波動を高くしておくっていうことがすごく良い、一番いいと言われるような、生き量の影響を受けないという方法になりますのでやっていただきたいと思います。またこの波動を高めておくとですね、良い引き寄せも起こるといういいことずくめなんですね。はい。ぜひ皆さんにやってみていただきたいと思います。そして二つ目。二つ目はですね、水晶ブレスレットをつけるということですね。僕もこうやってつけてますけども、こういう水晶のものを身につけておくといいということですね。この水晶っていうのはですね、もともと自分たちの身を守ってくれたり、またはですね、悪いものが来たエネルギーを吸い取ってくれるというありがたい役割を持ってらっしゃるわけなんですね。はい。ですから、こういう水晶を持っておくといいんですよ。例えば、よく人に会う人とかですね。僕みたいにこうやって多くの人に向かって発信をしている人、こういう人っていうのはどうしてもその生き量というか思いがいっぱい飛んできたりするわけなんですね。はい。ですからこういう人っていうのは特にですね、ブレスレットだけじゃなくてネックレスとかでもいいんですけども、その水晶をつけておくといいということです。で、この水晶というのはですね、この吸い取ってしまうといろんなエネルギーを、そうするとですね、なんかちょっと濁ったような感じになっていくわけなんです。ですから、この水晶を持ってらっしゃる方はですね、浄化を頻繁にやってあげるといいということですね。なんかこうつけてるとね、分かってくるんです。なんか今ちょっと色がくすんできてるなっていうふうに思ったらですね、その時に浄化をしてあげるといいということですね。はい。そして三つ目。三つ目は、自分は大丈夫と信じるということなんです。これ、アキラさん、そんなので大丈夫なのと思った人もいるかもしれないですが、実はこれがめちゃくちゃ強力だったりするわけなんですね。これってね、生きろっていうのが来たら怖い怖い怖いとかと思ったりすると、結構ね、ガーッとそれをね、受けちゃったりする、そういう弱い自分になっていったりするわけなんですね。で、この大丈夫と信じるっていうところが大切なんです。例えば、分かった、アキラさん大丈夫って言ったらいいのねって言ったら、大丈夫大丈夫、私は大丈夫大丈夫って言って、口だけで言ってるだけではダメなんです。心の底から自分は大丈夫だって感じられてる、そういう強い思いが必要なわけなんですね。はい、そこまでできると、自分の心の、なんていうかな、エネルギーがですね、体全体に働いて、本当に大丈夫なバリアがバーンとできてしまって守られていくっていうことなんですね。はい。ですから自分は大丈夫と信じきる。ね。この信じていると言いながらですね、いやでも来るかも、怖い。ダメかも、みたいな感じになっちゃダメってことですね。はい。自分を信じること、ぜひやってみていただきたいなと思います。こういうふうにですね、生き量っていうのは怖い感じがするんですけども、これって本当に日常茶飯事にいつも起こってるものなんです、普通に。だってあるでしょ、あの人かっこいいとか、あいつ悔しいとか、そんなことって起こったりするじゃないですか。はい。こういうものをですね、怖がってしまうと、本当にさらになんか弱い自分を作っちゃって、さらにそういうものを呼んでしまうっていうエネルギーにもつながっていっちゃうわけなんですね。はい。ですから今日お話しした波動を上げるとか、水晶ブレスレットをつける、または自分は大丈夫と信じきる。こういうことをやっていくとですね、自分がこの生き量っていうものが来た時に跳ねのけるエネルギー、強い自分を作ることができますので、ぜひ試してみていただきたいと思います。この番組ではこのようにスピリチュアルとかゲイのこと、海外のことなんかもお話ししています。そういうことに興味があれば、ぜひチャンネル登録をしていただき、アキラの部屋のメンバーになってください。はい。そしてこちら、じゃーん！僕の一冊目の本、守護霊リーディングです。僕がもともと守護霊さんのメッセージを最初に伝えるというカウンセリングをしているので、この本を書いたわけなんですが、ここの中にはいろんなスピリチュアルの考え方が書いています。はい。こういう霊性快感に興味ある方とかですね、または生き量というものにどう対処していくか、さっきの波動を上げるにはどうしたらいいか、そういうようなたくさんのことが書かれていますので、興味ある方はぜひ読んでいただきたいと思います。それでは今日も皆さんに愛をお届けして終わりたいと思います。よろしいですか？では、みんなの幸せを祈って、ミラクルラブ届いたかな？
それではまたお会いしましょう。さよなら。